はい、始まりました。ですね、今日は、リクエストの回になるんですけども、実はちょっとティームさんが、ちょっと喉やられちゃいまして全く声が出せない状況で、僕一方的に話して、うんとかすんとか言ってもらうだけの回になりますんでちょっとそこをご了承いただいて見ていただきたいんですけども、今日は永遠の作望家ズアーになりますパチ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 一人やってきますでこいつがですねエンチャントがめちゃくちゃ好きな方から前にあったリクエストをまたいただきましてムチムチの方です。そう、ムチムチの方ですね。そうです。ムチムチの方からいただきまして、その方に向けてエンチャントを発表していくという回になるんですけどもまずこいつの能力説明させていただきます。エスパー3マナで14飛行であなたがコントロールしているすべてのクリーチャーエンチャントは摂氏反根呪言を持つ。で白と1マナ2マナで合計2マナですね。であなたがコントロールしているオーラでないエンチャント1つを対象としてそれがクリーチャーになってパワータフネスがそのマイナスソウルに等しいというスタンダードでゴリゴリ使われてるかどうか知らないですけどまだある現存するカードになります。はい。でこいつをやっていくんですが、特にレベル帯とか指定がなかったんですけども、大体エンチャントを並べてクリーチャー化して殴るというプランでいきます。はい。海外で調べた感じですと海外の C のリストとかを見た感じ、エンチャントをなんつうの法の定め系の咎めるエンチャントをいっぱい置いてって遅いレンジにして最終的に殴って勝つみたいなプランでしたんで、なるほど。びっくりしました。寿司握らないみたいですこの色なのに法の定め置いちゃうと握れないと。そう、法の定め置いちゃうと握れないんでそうですね。なんで法の定め系とりあえずいろいろありますが、1位の研究室とか、弁論の原例とか、それは当然入ります。弁論のがいればなぜか摂氏反根呪言を持ってますなんでかわかんないですけどうざいですなんで、そいつらを、要は入れてくんでしょうね、このデッキに入れたらいいエンチャントをとりあえず1個ずつ発表していくんですけど、まずいいんじゃないかなと思ったエンチャント思いついたところで言いますと、力戦、まず良きの力戦、虚空の力戦がティームさんがいいんじゃないかってまず最初に言っておっしゃったんですけど、とりあえず白の力戦はねえとちょっと白の力戦はねちょっとむずいんじゃないかなっていうことで、一応青と黒の力戦は最初にもし出せればいいんじゃないかなということでクリーチャー化して0マナで置いて2マナでね、2マナ44だと両方とも殴っていけるぞということでいいんじゃないかなということですね。であとはある程度いいエンチャントっていうのを見つけてきたんですけど、まず命運の掌握というカードがありまして、リング系ですかね。リングの要は追加場に出た時、対戦相手1人ずつ1人1体1個パーマネントを、リングできるっていうこのエンチャント、これはいいんじゃないかということで、リング系は全部呪言持つんで結構強いですよね。例えば同じ理由で最近スタンで書かれてる一時的封鎖っていうエンチャントが、これが、2コス以下の土地内パーマネントを全部追放できるということで、遅いレンジにしたいということで、これがかなりいいカードになるんじゃないかなというところですかね。はい、相手のマンハクと全部いけますからね。これは友人が使ってて結構嫌だなと思った記憶があるカードなんですけども1枚紹介するんですけど、時空からの退去っていうカードなんですけど、3マナのエンチャントで場に出た時全てのクリーチャーをアンタップして要はリング系なんですが、フェイズアウトさせるという、追放じゃないということでこれやばいです。なんと当事者出てたらフェードアウトされちゃってそこは帰ってこないという
大事件が起きてしまうという。これ、だから自分が出てる時に使わないようにしないといけないんで、これ気をつけなきゃいけないんですけど、先出ししなきゃいけないカードとしては結構強いですよね。このデッキでは一番強いまであるかもしれないぐらいのカードになりますね。ただ、まあ今いいカードは大体こんな感じで、まああとネクロポーテンスと息詰まる調整が強いんですけど、まず、サーチで持ってくるカードがネクロポーテンスなのか、息詰まる調整なのかという、問題が出てくるんですが、まあこのプラン上、まあネクロポーテンス引いたとしても、決まんないんで相手のヘイトも上がるだけですし意味ないので、一応意味ないことはないんですけど、まあ息詰まる調整がいいんじゃないかという、さっきこのトーク外で話した結果、息詰まる調整が1位ということになりました。で、息詰まる調整はマストで持ってこなきゃいけません。これはじゃないとマナが足んなくなってクリーチャーができませんしエンチャントでも殴れないんで息詰まる調整はマスト必要になります。ちょっと今の話の言った噛み合いで、クリーチャーですね。これエンチャントでなくて、ヘイトクリーチャーっていうのも、実は、関わってきまして、結局、ライフを削れば、勝ちなんで、咎めつつ殴れるっていうのは結構でかいので、まあ、僕の大好きな、カンバールというカードがあるんですけども、僕の大好きな白黒のカンバール、クリーチャーでない呪文を唱えるたび、2点ドレインできるっていうクリーチャーがいるんですけど、もしくは、ラビニアとかも入りますよね、もちろん。あと、ハンジであったり、当然入ってくると思うんですけど、シェオルとかもいいんじゃないですか。シェオルいいですね。シェオルいいですね。確かに。アウグスティンとか入ってきますけど、大丈夫ですかとんでもないデッキになりそうですけど。クリーチャーはちょっと枚数はちょっと絞らなきゃいけないんですが、ただ、1枚いいカードがありまして、魔法の夜というカードがあるんですけども、この魔法の夜というエンチャントがありまして、魔法の夜は、5マナのエンチャントで、白青混成で、すべてのパーマネントがエンチャントになるということでして、これ、さっき言ったクリーチャーもエンチャントになるんで、呪言、反魂、摂氏、つくことになります。で、これでなんか、この話をしてたら、ティームさんが、要は、太陽の恵みの執政官を出てる状態だと無限トークンだと星座が誘発して、太陽の恵みの執政官っていうのはテイロスのカードなんですけど、4マーの34のペガサスで、星座が誘発すると、星座っていうのはエンチャントが場に出ると、その22の気候のペガサスが出てくるということで、なんと魔法の夜が出てると、それエンチャントなんで、もうエンチャントはループして全部止まんなくないですかこれ大丈夫ですか止まんないので引き分けになっちゃう。何もしないと止まんない。除去打たなきゃいけないどっかで気をつけてくださいということで自分で発表してびっくりしましたよ。止まんないという止まんないコンボですまあそんな感じで勝っていきましょうということで、殴るプランがこのデッキの勝ち筋になりますで、そんな中でまあ何枚か、カジュアルカードを紹介していきたいんですけど、まず神聖なる憑依、これスタンダードに言動するんですけど、エンチャント4マナのエンチャントで、7つ以上のエンチャントをコントロールしている限り、あなたがコントロールして全てのクリーチャーは飛行と警戒を持つと。でエンチャント呪文を唱えるたびにそのパワーとタフネスが、コントロールしているスピリットの数に等しいっていう、要はどんどん大きくなっていくスピリットが出るという、エンチャントになります。これ一応エンチャントだったらワンチャンゼラブルとスペットの一応クリーチャーはこう警戒、反魂、摂氏、呪言爆誕しますそれがどんどんパンプされていくっていう。もうクローマとか入れたらいいんじゃないかみたいなね。なるほど、キーワード能力分そのパワーがタフネスが上がるという。面白いですね、そんなのがあると。まあカジュアルですからね、このカードはあとは例えばまあサメ台風とかありなんですよ。設置するサメ台風いきなりサメ台風を殴ってくるっていうねでサメ台風から出てきた遠くも殴ってくるっていうで、あと僕のお気に入りのカードでいたたましい苦境っていうのがあるんですけど、呪文いたたましい苦境、まあスタンダードであります、このカードも対戦相手が呪文を唱えるたび3点からかディスカードしなきゃいけないということで、一応これでも相手のコンボは止まるっちゃ止まるという
ことでいいんじゃないかということで。あとは、例えば、ヘリオットみたいな、紙系のカード。これが意外と、破壊不能なんで、入るんじゃないかっていうことで。で、これ、ルール調べました。例えば、3マナ55のヘリオットですが、これ、こいつの能力で、クリーチャー化すると、何になるのどうなるか分かんないですよね。これ、ありない試しました。試したところ、なんと、ヘリオット33になります。はい。はい。で、これ結局どうなるか分かんねえなと思って、結果、ありない試しました。スパイキーを相手にやりました。なんで、ちょっと、弱いかもしれないんですが、一応破壊不能がついてるんで、神にはありかもしれませんということで。使うのは、ヘリオットぐらいなんですけど。ヘリオットぐらいです。3ヘリオットぐらい、あとエルボス、僕どうかなと思ったんですけど、あんま強くない。2点でワンドロできるみたいなやついましたよね。4ヘリオットね、なんか入ってるデッキあったんですよね。なんか4ヘリオットは何するか忘れちゃったんですけど、トークン出せる。はい。それもワンチャンあるじゃない。紙の中やるとしたら。3ヘリオットの次はもう4ヘリオット。はい。かなという。俺、それで言うと、最近のヘリオットもワンチャンいいんじゃないかなと思いまして。あいつエンチャント墓地から拾ってこれるっていう。そうね。あいつね、結構いいですよね。ナチュラルに入るかもしれないですね。そう、収束持って。いいんじゃないかなということで。あと、ドロスの話なんですけども、沿岸の、海賊行為っていうシリーズがありまして、要はタッサの二股槍みたいな、ダメージ通ったらドローできるっていうようなエンチャントが、探せば何枚かありますんで、それも何枚かドロソとして入れたらどうかなと思ったんですけど、ドロソが結局このデッキなくなっちゃうんで、クレイチャー化してって殴ってドローしてれば、そのガチのリストには入ってなかったんですけど、そうですね。そうだから4マナでセットして、4マナでセットして、はい、2マナ使ってクリーチャー化してドロー1ドロしかできないっていう弱いっす。ドローは違う方法でしましょう。この色なんで、例えばリスケンとかあるんでね、ダイレクションの闘技場いいですね。確かにいいかもしれないですね。で、そんな感じですかね。で、あとは僕たちが導き出した面白変なカードを3枚紹介したいんですけど、まず僕が持ってきたズアーの運命支配っていうカードがあるんですけども、これは先言うと却下されたんですが能力一応説明しますと、4マナのエンチャントで、自分の手札を公開した状態でプレイすると。はい。で、プレイヤー1人がカードを1枚引くたび、誰かが、2点払うと墓地に置けるよっていうクソゲーが始まるというこれなんか面白そう、楽しそうなのかなと思ってちょっと紹介したいなと思ったら、それダメだと。全員決め手がなくなる上になるほど、何にも決まんなくなっちゃうと。ゲームスピード異常に遅くなる。めちゃくちゃ遅くなるんで、ゲームがつまんなくなるので、これはやめましょうという啓発の告知になります。このカードは使わないようにしましょうということで。で、あとはティームさんがいいっておっしゃったのが、テイロスへの進行っていうバトルのカード。新しいカードで3マナのバトルで、オーラ神谷神サーチですね。これバトルなんで4なんですけど、裏返るとエンチャントレスになると。合ってますよね。3つ以上のエンチャントをコントロールしている限り破壊不能と、あと反コンを得る。で、エンチャントエンチャントレスですよね。だと、なんかこれエンチャントレスとしてもう運用できるし、普通にエンチャントサーチできると。これでいきつまで頂点持ってきましょうということですかね。かなりいいと。オーラだから持ってこれない。持ってこれません。神しか持ってこれないですけど。なるほど。ズアを守れるようなオーラを入れとくのもいいんじゃないかということで。なるほどね。はいはいはい。で、最後に、僕が発見してきました。めちゃくちゃ変なカードを紹介したいんですけど、こんなのあったんだと思ったんですけど、なんと僕たちの大好きな、バルダーズゲートからの紹介なんですけども、ラグ・オブ・スマーザリングっていうわけわかんない名前のカードになります。バルダーズゲートなんでね、これ3マナ無色のカードで、飛行13のアンコモンになりまして、
プレイヤーが、一人呪文を唱えるたび、そのプレイヤーは、呪文に、そのターンに唱えた呪文1つにつき1点のライフを失う。ストームシェクと、あと、大変なことないです。大変なことです。すごいライフを失います。で、一応これ、まあ、ヘイトファクトを置いて、殴っていく、結果、最終的に殴っていく、点数減らしていくデッキなんで、このカードいいんじゃないかということで。このカードは結構意外と他のデッキでも意外と有用性があるような気がしますよね。結構いいですよね。色選べない、ね。そう、無色なんでこれ。結構いろんなデッキに入るんじゃないかなと思って、一応紹介したかったなというところで。そんなとこですかね。あと紹介し忘れたカードは多分ないと思うんですが、大丈夫ですか？何かありますか？はい、はい、ということで。じゃあ、今回の動画は、以上になります。おしまい。